こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、牛トロ丼を作りました。これもうね、何回か私やってますよね。今回はですね、牛トロフレークを4つ使いました。確か前回3つだったんですよね。ちょっとレベルアップしました。で、今回はね、卵が温泉卵やったりとか、微妙に変わっています。では、盛り付けの過程いきたいと思います。じゃん、今日はご飯を8合用意しています。こちらに凍ったままの牛トロフレークをのせます。普通はね、スプーンとかですくってさらっとのせるんですけど、量が大量なのでもうこのままザバッといきます。わー、美味しそう。山盛りです。かき氷みたいですね。今回はこちらに温泉卵をのせます。12個のせました。おネギを周りに散らします。海苔をかけたら完成です。じゃん、今回ですね、こちら牛トロフレークの会社の人が前に私が動画したのを見てくれてたみたいで、なんかお礼みたいな感じで山わさびを送ってきてくださったんですよね。見てください、美味しそうですね。癖になる辛味って書いてますね。山わさび醤油漬け、これも一緒にいただきます。タレはこちら牛トロ丼のタレです。おー、美味しそうです。じゃん、完成です。もうめっちゃ美味しそうですね。この熱々のご飯に凍った牛トロを乗せて早く食べたいです。でもちょっと重さを測ってみます。 5.1kg なんで器の重さを引いて 4.2kg です。で、そして今日はお味噌汁が 1kg なんで合わせて 5.2kg です。今日はナスのお味噌汁です。いただきます。温泉卵を潰します。最初でも何もつけて食べた方がいいのか今さら。はい、こんな感じですね。そう、赤が綺麗ですね。美味しい。やっぱりこのあったかいご飯と冷たい牛トロが口の中に存在するっていう感覚が素晴らしいですね。味もね、牛肉の旨味がギュッと詰まってます。でね、このタレはちょっと酸っぱさのあるポン酢みたいなタレなんですけど、これまたさっぱりしとっていいですね。温泉卵を召し上がって思います。はい、いいですね。卵大好きです。卵が加わるとまろやかになります。美味しい。この山わさびもつけてみます。お肉とわさび合いますよね。結構たっぷりのせました。めっちゃ合います。辛さがプラスされてさらに魅力的な味になってます。もう幸せです。やっぱりね、一番最初作った時はね、ちょっとご飯に対しての牛トロフレークがね、少なかったんですよ。さらに2回目作った時は3つ使って、良かったんですけど、多ければ多いほどいいですね。贅沢感が味わえます。牛トロがご飯と口の温度で口の中でとろけるんですよね。たまんないです。山わさびめっちゃ美味しいです。なんかね、わさびみたいにツーンとしないけど後引く感じの辛みですね。前回作った時は卵をね、黄身だけ乗せたと思うんですよ。でも今回温泉卵を乗せたけど、私は温泉卵の方が好きですね。卵の黄身だけよりも白身のプルプルがタレにね、すごくよく合います。今回使った牛トロフレークは 200g が4つで全部で 800g 使いました。全部使っちゃいました。美味しかったですね。これ山わさび、やっぱりお肉がこってりしておけ、ちょっとさっぱりさせるためにいいですよね。最後の一口いただきます。完食です。ごちそうさまでした。牛トロフレーク丼ちょっと久しぶりに食べたけど美味しかったですね。凍っとってサラサラの時はあったかいご飯と冷たい牛トロの温度差みたいなものがいいんですけど、牛トロが溶けてきたら
からちょっとユッケみたいな感じになって、これまた美味しいんですよね。で今回は温泉卵を使ったんですけど、私はね卵の黄身より温泉卵の方が好きでしたね。あとね山わさびもめっちゃ美味しかったです。わさびって合いますよね。これからだんだん暖かくなってきますけどね、牛トロフレークが凍ってて冷たいから暑い夏でも結構いけるかもしれないですね。でもご飯あったかいから冬は冬で全然大丈夫な感じなんですけどね。でとっても美味しいのでぜひぜひ皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。